こんにちは、よっこです。今日はクリスマスイブなんですけど、結構地味な話題を動画にしてみたいと思います。今日お送りするのは、2つの作り目を比較してみるということです。2つというのは、1つは指で作る通常の作り目で、もう1つが、共鎖の作り目で棒針編みになります。通常の指で作る作り目っていうのは、こんな風に指にかけて指でこう作っていくんですけど、もう一つの共鎖で作る作り目っていうのは、かぎ針編みも使って最初に鎖編みを作ってから、そこから目を拾っていくという作り目の方法です。どうしてその2つの作り目を比較しようかなって思ったっていうのは、編み物を習っていて、その指で作る作り目っていうのは普通に知っていたんですけど、共鎖で作る作り目っていうのは初めて今回習って、でどうしてもその2つの違いがどういう時にどっちを使ってっていうのが自分の中でよく分からずに、いろいろ調べてみたんですけど、どうも納得のいく答えが出てこなかったんですね。それでもちろんその共鎖で作る作り目っていうのは他にも、使う目的っていうのはあって、こういったこれはハンドウォーマーなんですけど、課題で作りました。でこれのこの穴ですね、穴のところはその共鎖で、ここが共鎖になってるんですけどを使って穴を作っています。でこんな風に、使う目的っていうのは明確な部分もあれば、その作り目としての共鎖っていうのがどういう意味があるのかっていうことがよくわからなかったので、今日はこの2つの作り目で少しだけ編んで比較をしてみようと思います。では、2つの編み方の比較をしていきたいと思います。ここに4段5段4段編んだ2つの編み地があります。これはですね、こちらが、共鎖の作り目で編んだものです。でこちらが指でかけて作る、一般的な作り目です。でパッと見た感じ、こちらの方、この指で作る一般的な作り目っていうのはくしゃってなって、ただこの作り目の部分に伸縮性が結構あるんですね。なのでおそらくですけど、セーターとか、ベストとか、あとは先ほどもお見せしましたこんな、手袋とかハンドウォーマー、レッグウォーマーなどの裾にしてもいいのかなって思います。この伸縮性があるので、脱ぎ着がしやすいっていうことで、指で作る作り目っていうのはそんな風に使えるのかなと思います。で他方、その共鎖で作る作り目で作ったこの編み地なんですけど、しっかりとしてるんですね。ここの鎖編みを作ってから、そこから棒で糸を拾っていって編み進めていくんですけど、こちらの共鎖の場合には、この作り目自体には伸縮性はそれほどさっきのと比べると、指で作る方と比べるとないというか、この鎖ですね、鎖の部分、鎖になるのでそんなにはないです、伸縮性は。なので、私がちょっと感じたのは、おそらくですけど、この形をきちんと残したいもの、例えばポーチとかそんなものとかを作るときに、
いいのかなって思いました。伸縮性が必要なくて形をきちんと残したい作品に使うというのがいいのかなって思いました。結構綺麗にこの作り目が揃って出ますので、これで使い分けるというか、この特徴を覚えておけばこれからいろんな作品を作る上で参考になるのかなって思いました。で、先ほどもお見せしたんですけど、このハンドウォーマーでこの鎖編みで作る友鎖の作り目のと同じことをこのハンドウォーマーのこのこっちがいいかな、親指が出るこの穴でやっています。これは学校の課題で作りました。結構あったかくてこんな感じなんですけど、ここですね、ここの穴、この鎖編みです。この鎖編みが別々、この生地とは別に斜め鎖編みを編んで、それをなんていうのかな、編み地を拾わずにここずっと伏せ編みして止めて、で今度こっちからこの段になった時にここを取らずにこの鎖編みを拾って穴を開けるという方法なんですけど、こんな風にも使う目的としてはあります。ただしその作り目としての用途なんですけど、やっぱりこうやって比較して特徴をつかんでみるっていうことが大事かなって思います。なのでせっかくなので、ちょっと作り目をどっちもやってみたいと思います。じゃあまずはその一般的な指で作る作り目ですね。でまず、例えば作品の3倍の糸を取って、例えばこれでしたらこれ15目なんですけど、1、2、この3倍の糸を取って、でそこで一度輪を作って、で手前に糸端、自分の方に糸端が来るように持って、で棒を刺し、で親指に糸端の方をかけて、糸玉の方を人差し指にかけて2本を握ります。そしたら親指の方の下から入れて、人差し指の方の上から入れて、もう一度親指の前を通って締めるっていう、こういう繰り返しです。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、15で、そしたら1本棒を抜いて、で糸玉につながっている方を左で持ち、で最初、今もうこの状態で1段目ができたことになります。で次が2段目。2段目は裏から編む編み方で、ここに毛糸がポコポコポコっと出ているので、これは裏編みになります。で今は、例としてメリヤス編みを編むので、これでまず裏から編む方法で2段目を
編んでいきます。で2段編めました。これが指で作る作り目。結構伸縮性があります。で次はこちらのあまり伸縮性はないけれどきちんと形が残る綺麗な作り目の、共鎖で作る作り目をやっていきたいと思います。こちらはですね、普通にそのかぎ針を用意します。でかぎ針はこの棒よりも少し大きめ、これ今棒が5号なんですけど、かぎ針は8号を今使っています。でまずじゃあ15目作ってみましょう。15目で、もしもあまり大きな、かぎ針がなければ、同じぐらいのサイズのかぎ針でも構わないんですけど、ちょっと緩めに編んでみると後々良いと思います。15目、今15目編んでみます。で今この鎖編みが15目編めました。そしたらこれほどけないようにここを押さえてかぎ針を抜きます。で抜いたら同じ方向から棒針を入れます。そしてこの鎖編みのこれが表で、裏を見るとポコポコっと出た裏山があります。この裏山から糸を拾って1段目を編んでいきます。棒編みは作り目が1段となるので1段目を編むということになります。で、こうやって棒を入れた状態でこの2つ目、端から2つ目の鎖の裏側のこの裏山に棒を入れて上からかぶせて、こうです、上からかぶせて引き抜く。でまた次も棒を入れてこうですね、上からかぶせ、こうが見やすいのかな、上からかぶせて引き抜くっていう風にずっと繰り返していきます。結構これ棒はかぎ針のようにこう引っ掛けるところがないので最初やりにくいかもしれないんですけど、ちょっと練習してみると良いと思います。であとはこう糸を引き抜いた時に一回一回少し引っ張って余裕を持たせないと次の、2段目を編む時がとても大変になるので、ここはキツキツにならないようにちょっと余裕を持たせてその都度少し引いてみるといいです。
とはかぎ針でできないこともないんですけど、こうやって引っ掛けて溜まってきた糸をどうするかっていう問題があるので、棒針で慣れていく方がいいと思います。で、15目拾いました。15目で、これもまた2段目を編んでいくんですけど、やはり2段目は裏編みになります。で、あとは裏編みの時は必ずこの糸端が右側にあるので、それを目印に裏表の編み方を間違えないようにしていくと良いと思います。で、これで2段今編めたんですけど、やっぱり作り目が綺麗できちんとした形が出来上がります。これは指で作る作り目。はい、ということで今日は指で作る一般的な作り目、それと共鎖で作る鎖編みの作り目、この2つを比較してみました。で、まとめなんですけど、指で作る一般的な作り目の方が伸縮性が、この作り目自体に伸縮性があるので、この伸縮性を必要とする手袋とかレッグウォーマーとか身につけるものには適しているのかなということが分かりました。それからこちらの共鎖で作る作り目なんですけど、こちらはそれほど伸縮性はないんですけど、きちんとした形が残るもの、例えばポーチとかそういったものに適しているんじゃないかなっていうこと、そういった特徴を踏まえつついろんな作品に応用していけたらいいかなって思いました。是非参考にしてみてください。では最後までご視聴いただきありがとうございました。さようなら。